このようにですね、相場というのは複数の時間軸の波というのが重なり合ってできていますので、常にマルチタイムフレームで考えていくっていうことが重要になります。はい、皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは、調整波の見分け方。相場には調整局面がありますが、その見分け方を解説します。トレンドフォローしているつもりなのに利益が伸びない方、ポジションを立ててもすぐに立て値に戻ってきてしまうという方、こういう方は調整波でトレードしているためにこのような問題が発生している可能性もあります。今回の動画では調整波の見分け方3つを紹介しますので参考にしてみてください。また調整波を見分けられることで難しい局面を避けることにもつながり、結果的に勝率アップにもつながる考え方です。ぜひ最後まで動画をご覧ください。今回の動画のテーマなんですが、相場理論の中の一つであるエリオット波動理論の中では修正波と呼ばれたりしますが、今回はエリオット波動の話ではなく、もっと一般的な話をしますので、調整波という用語で統一します。もちろんエリオット波動の修正波の見分け方にも参考になると思います。早速本題の方に入っていきたいと思います。相場は推進波と調整波で推移するというふうに書いたようにですね、相場には推進波と調整波という2つの波が存在します。この図の左側には上昇トレンドを、右側には下降トレンドの例を表示しています。上昇トレンドというのは高値と安値を共に切り上げている状態のこと。下降トレンドというのは高値と安値それぞれ切り下げている状態のことを言います。推進波というのはトレンドの方向に伸びていく波のことを言います。一方で調整波というのはトレンド方向とは逆に進む波のことを言います。上昇トレンドを例にとると、推進波というのはこの上方向に動いていく波のことを言います。下降トレンドの場合を例にとると、下方向に動いていく波を推進波と言います。調整はその逆方向ということですね。はい。そして次に調整波のトレードが難しい理由なんですけども、これはトレンドに逆行しているため利益が伸ばしにくいということになります。上昇トレンドの場合を例にとると、下がったところというのはすぐに押し目買いが入ってきやすいために、トレンド方向と逆方向のポジションを取ったとしても利益が伸ばしにくいということになります。例えばこのあたりの部分を見てもらいたいんですけども、このポイントというのはすでに高値が切り上がって安値も切り上がっているため上昇トレンドが発生しているポイントになります。例えばこういうところからショートをした場合ですね、一時的に下がるっていうことはあるんですけども、すでに上昇トレンドが発生しているということを認識したトレーダーたちが押し目買いを入れてくるために一時的に下がったとしてもすぐに反発してくるという動きが出やすいということですね。例えるならば川の上流に向かってボートを漕いでいくようなものです。で、1時間足だけとか15分足だけとか一つの時間軸のチャートだけを見てトレードするのが難しいのは、この視点が持てないからなんですね。で、今説明した例に基づくと、例えばこの赤の波というのが4時間足のトレンドだとします。で、そういう場合にここの部分っていうのを、小さく見ていくとですね、15分足だったりとか5分足では下降トレンドになっているということはよくあります。15分足とか5分足では下降トレンドのように見えるんだけども、実際には4時間足で発生している上昇トレンドの調整波だったっていうことはよくある話です。それではここからは調整波の見分け方として3つほど紹介をしていきたいと思います。まず1つ目の方法が押し安値と戻り高値を起点とするという考え方です。こちらの図は下降トレンドから上昇トレンドに転換する様を示した図になっています。はい、まずこの図の左の部分なんですが、高値と安値を切り下げて下降トレンドが進行しています。はい、そしてここのポイントから今この青の丸で示した高値、これは戻り高値と呼ばれるものですが、この戻り高値をブレイクする動きが出た後に、そこから押し目を作る動きが出て、再び上昇してこの高値を更新して上昇トレンド転換するという動きを示しています。トレンド転換が発生する場合というのは今説明したようにこの戻り高値をブレイクする動きがまず最初に出るということが多いです。はい、ですのでまず一つ目の考え方というのはこの戻り高値をブレイクする動きが出た時に、この動きを推進波として捉える。そしてその動きに対して、押し目を形成する動きを調整波。そして押し目形成から再びこの高値を更新する動きを推進波として捉えるという方法が一つ目のやり方です。それでは実際のチャートを使って説明をしていきたいと思います。今表示しているチャートはユーロドル2023年5月6月の時点の4時間足の様子です。まずチャートの左側の部分を見てもらいたいんですけども、この5月から6月にかけてですね、高値と安値を切り下げる形の下降トレンドが続いています。そしてこの6月の頭の部分で、当時ここに戻り高値があったわけなんですけども、この戻り高値をブレイクする動きが出ています。そしてその後に押し目を形成する動きが出た後に、この直近の高値をブレイクする動きが発生しているという形ですね。この6月を境にして下降トレンドから上昇トレンドに転換していることがわかると思います。で、この場合を例にとると、6月の月初に出たこの戻り高値をブレイクする波を推進波、
派。そしてそこから押し目を形成する波を調整派。で、押し目の形成が終わって再び上昇して高値を更新していく波を推進派というふうに捉えることができます。このように押し安値と戻り高値を起点として考えるっていうのが一つ目のやり方です。次に調整派を見分ける二つ目の方法なんですけども、これは形で見極めるという方法になります。形で見極めるっていうことで少し主観的な要素が入ってしまうんですが、推進派と調整派では形に明確な違いが現れているので、これについても知っておいて損はないと思います。今表示している図は推進派と調整派で波の形が違うということを示したものになります。左側の部分見ていただくと、上昇トレンドが発生している中で推進派に該当する部分を赤でハイライトしています。そして右側の部分なんですが、下降トレンドが発生している中の調整派の部分を青で表示しています。まず推進派の部分から見ていきたいんですが、推進派というのはこの赤で示した波のように角度が急な動きになることが特徴です。一方で調整派の方を見てみると、このような角度が緩やかな動きになることが特徴です。またレンジ相場のように、このように上下に揺り戻す動きが出るということも特徴です。その理由としては冒頭でも説明した通り、メインの流れというのはこのように下降トレンドになっていますので、少し反発が入ってきたところというのは、そのメインのトレンドに沿った戻り売りの動きが出やすいために、このように角度が緩やかな動きになりやすいという特徴があります。で、ここの青の調整派の部分を局所的に見ていくと、高値も安値も切り上げているので、これはダウ理論的に言えば、局所的には上昇トレンドが発生しているということになります。ただメインの流れである上位足のトレンドっていうのは下降トレンドになっていますので、その意味からすると、ここの部分は調整派になるということですね。それでは今説明した部分を実際のチャートを使って見ていきたいと思います。今表示しているチャートは先ほどと同じユーロドルの2023年5月の4時間足を表示したものです。そしてこの下降トレンドにおける調整派の部分をこの赤のボックスで示しています。このあたりの動きをですね、少し細かく見てみるために1時間足の方に切り替えてみたいと思います。こちらが1時間足の様子です。で、見ていただくとわかると思うんですが、レンジ相場のようにこのように上下に揺れ動く様子っていうのがわかると思います。仮にこの安値のところからロングのポジションを持てたとしても、一時的に反発はしてくるんですが、すぐに押し戻されて、全戻しという形になります。で、仮にここにストップロスを移動させているような場合であれば、一旦縦値のところで損切りとなって、そこから大きく反発するんですけども、すぐにですね、その半値以上戻されるっていうような形で、このように上下にレンジ相場のように動く様っていうのがわかると思います。で、また値幅の観点から見てみても、例えばこの直近の下げの部分の最高値から最安値までの動きっていうのを見ていくと、バー30本でだいたい 1% の下落という風になってますが、この赤のボックス内で同じバーの本数でどれだけの変動幅が出てるかっていうところを少し見てみますと、バーの数30本でだいたい 0.6% になってますので、直近の下落幅の6割ぐらいしか値幅が出てないわけです。で、しかも動きについては先ほど見たように上がっては下がって上がっては下がってを繰り返しているので、なかなかこういうところでトレードするっていうのはメインの流れの方向のトレードに比べると値幅も出にくいですし、上下に揺れ戻すということで難しいということが分かってもらえるんじゃないかなというふうに思います。で、もう一つの調整派の部分も見ていきたいと思うんですけども、こちらのボックスの部分に関してはですね、一つ目のボックスの部分に比べると、それほどこの上下の揺れ戻しが激しいというわけではありません。ただ同じようにこの変動幅について見てみると、例えばこの直近の下落の部分というのが、この高値から安値の部分までですね、だいたい15本のバーで 0.83% ぐらい下落しています。では今度この安値のところから同じバーの本数でどれぐらい変動しているかっていうところを見ていくと、15本のバーでこの高値までですね、だいたい 0.43% になってますので、ちょうど半分の値幅しか動いてないということになります。ですのでこういった場面のところで、ここはもしかしたら調整派になるかもしれないからトレードするのはやめておこうっていうような視点が持てるかどうかっていうのがすごい重要なことだと思うんですよね。値動きが複雑になりがちで、かつ変動幅もそれほどないということで、こういったところっていうのをトレードを避けることで、結果的に勝率アップにつなげるということもできるかと思います。で、慣れてくるとですね、こういう場面でもメインの流れとは逆方向にトレードしていく。つまり今の場合で言うと、今メインの流れは下の流れ、下降トレンドになってますから、その中をここをロングしていくというトレードですね。っていうことについてもできるようにはなるんですが、初心者の方であったりとかですね、今うまくいってないっていう方は、推進派のトレードだけに注力して、こういった調整派の部分を、調整派の方向にトレードをするのは避けるというふうに考えるのもいいんじゃないかなというふうに思います。それでは最後に3つ目の方法を解説していきたいと思います。3つ目の方法っていうのが、これが最も重要な考え方になるんですが、マルチタイムフレームで考えていくということです。つまり複数の時間軸で推進と調整を把握していくっていう考え方ですね。で、今表示しているのがユーロドルの2023年6月から7月にかけての4時間足の状況です。ここにですね、日足と4時間足2つの時間軸での推進派と調整派
の様子っていうのを書いていきたいと思います。ちょうどこの赤の縦線で表示されている部分ですね。で、日足の様子はこのような形になっています。上昇トレンドが続いている状況です。で、先ほど4時間足で表示したのがこの赤のボックス部分ということですね。で、ここに日足と4時間足の観点での推進派と調整派を書いていきたいと思うんですが、ここまでの動画の内容を参考にして自分自身でトライしてみたいという方はですね、同じチャートを概要欄の方からダウンロードできるようになってますので、トライしてみてください。このまま回答を聞きたいという方はですね、再生を続けてください。それでは僕の見立てについてお伝えしていきたいと思います。まず日足の方から確認していきたいんですが、この濃いグリーンで示したところ、ここが日足の推進派になっています。それからこの赤の部分ですね、ここが日足の調整派。はい、そしてここからもう一回伸びている波が日足の推進派で、最後の部分が日足の調整派という形です。日足は上昇トレンドが続いていましたよね。ですので、その方向に伸びている動きを推進派というふうに見ることができます。次に4時間足の波を確認していきたいんですが、4時間足の戻り高値というのがこちらに控えています。そしてその戻り高値をブレイクするこの黄緑の部分が4時間足の推進派。そこから折り返して押し目形成をする部分を調整派。再び上昇してここの高値を超えていく波を推進派というような形で書いています。はい、そしてここの部分に注目してもらいたいんですけども、ここからの下落で4時間足のこの押し安値をブレイクする動き出てます。はい、ですのでここの押し安値をブレイクする動きを下降トレンドの推進派。このような形の下降トレンドが継続してますよね。はい。そしてこのオレンジの部分、戻しに該当する部分が調整派。はい。そしてもう一回この安値を更新する黄緑の部分の動きが推進派、調整推進という形で推移してます。ここの部分というのは今青のボックスで囲っている部分ですね。ここは日足の調整派の部分ですが、そこは4時間足の下降トレンドで形成されているということができると思います。そしてここの安値の部分から再び反発して、当時の戻り高値はここにありましたので、そこをブレイクする動きにつながっています。実際にはこの戻り高値をブレイクしたのはここの部分の動きになってるんですけども、そこに至るまでの最初のこの一上げの部分を推進派、そしてそこから少し浅く押すところを調整派というふうに捉えています。はい。それからここの部分なんですけども、ここに控えている4時間足の押し安値をブレイクする動きが出てますので、ここをブレイクする動きを4時間足の下降トレンドの推進派、そしてそこから戻しを形成する部分をこのオレンジの波で示した調整派、そこから再び安値を更新する動きを推進派というような形で捉えています。はい。このようにですね、相場というのは複数の時間軸の波というのが重なり合ってできていますので、常にマルチタイムフレームで考えていくっていうことが重要になります。3つ目の方法が一番難しかったと思うんですけども、これが一番重要な考え方になりますので、動画を何回も見返すなどして参考にしてみてください。それでは今回の動画のまとめです。今回は調整派を見分ける3つの方法ということで解説をしました。相場には推進派と調整派が存在するということ。はい。そして調整派の見分け方として3つ。1点目は押し安値と戻り高値を起点とするということ。2つ目は形状の違いに着目するということ。3つ目は常にマルチタイムフレームで考えるという点です。動画の本編の中でもお伝えしたんですが、慣れないうちというのはとにかく推進派の方向に沿ったトレードに注力するのがいいんじゃないかなというふうに思います。ぜひ参考にしてみてください。今回の動画と合わせて見ていただきたい動画はこちらです。相場の中の波を捉えることに苦手意識がある方は、ぜひ今回の動画と合わせて見てみてください。それでは今回の動画は以上で終了です。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。